こんにちは、たかしです。本日は11月18日土曜日、週末ですので、来週20日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。また、ノートでは複数の視聴プランをご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円は結構わかりやすい動きをしてきたんじゃないのかなと考えております。直近ではこの黄色丸で高値を切り上げ、安値も切り上げの上昇トレンド中、そして直近の高値付近、ちょっと上抜けたところで現在は一旦の天井をつけて押しをつけに行っている、そんなタイミングですね。冷やしのストキャスティクスもちょうど高値圏からデッドクロスしてきておりますので、今までこの高値圏にありましたので、ここからの過熱感解消のための下落と見ております。ただし、どんどん下落できるのかというと、そんなイメージは今のところはなく、最終的には大きく下落してくるかもしれませんけれども、直近ではまずは GMMA の青帯が走ってますので、金曜日は長い下髭になってきてますよね。ということは、そろそろ GMMA の青帯が近づいてきているので、ある程度買い圧力も入りやすい、そういうところには来ております。現在はこの高値、黄色の高値ですね、この2点ありますけれども、ここを切り上げてきて、そこからの調整の下落ですので、もしかすると次、黄色の安値ぐらいのところまで下がっていくということも考えられます。ただ、今 GMMA の青帯を上抜けて、その上にある間は基本的には上昇トレンド中ですので、今は押し目買いが入りやすいところでもあるんですが、天井からの下落っていうところで上がれば売られるし、下がれば買われるっていうそういうところにありますね。もしかするとここから黄色丸の安値ぐらいを目指して下落してくる可能性もあるので、そうすると結構大きな下落っていうのが現在から期待できます。ただまずは一旦 GMMA の青帯付近までですので、だいたい184円ぐらいですね。そのあたりまでの下落はイメージしておくのが良さそうです。では4時間足です。4時間足ではちょっとこの上昇トレンドを崩してきましたね。基本的に今4時間足の目線が切り替わるところっていうのは黄色のボックスの下限と考えておりますので、184.5 付近と見ているんですね。ということは 184.5 を明確に下抜けるまでは基本的には上昇トレンドなんですが、ここに今トレンドラインが引けますよね。こんな感じ、オレンジのトレンドラインを引きましたが、そこを下抜けてきておりますので、一旦ここから下落が加速する可能性があります。その場合は黄色のボックスの下限ぐらいまで下落してくると考えますので、先ほど言いました4時間足の目線切り替えポイントですね。今は一旦は 184.5 付近までの下落を視野に入れておきたい。GMMA の青帯を下抜けてきてますので、金曜日は大きな下落からの上昇にはなってきてますけれども、トレンドラインを下抜けている、そして GMMA の青帯も下抜けてますので、比較的上昇したところから再び下落に動いていくと考えられます。そして先ほど言った 184.5 付近、黄色のボックス加減ぐらいまでというところを月曜日火曜日の初動でそういうイメージを持っておくのが良さそうです。ただ今ストキャスティクスは上昇中ですよね。ですのでもうちょっと上昇するかもしれないですね。月曜日はこの上昇がどこで上げ止まるのか、そしてそこからの次の下落の流れを見ておきたいんですが、このまんまダブルトップを作りに行く可能性もありますので、その辺は注意です。では1時間足です。1時間足の直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを当てておりました。金曜日の安値はその 78.6%、 この一番下の点線ですね。ここまでちょうどタッチしてきて、そこからの上昇になってきております。ただし GMMA の青帯を見ていただきたいんですが、4時間足の GMMA はちょうど下抜けたばっかりだったんですが、1時間足の GMMA の青帯っていうのはもうすでに木曜日で下抜けておりまして、そこからの下落トレンドを継続しているんですね。で、金曜日は大きく下落して、そこからの調整の上昇中、そして現在 GMMA に接触してきております。ストキャスティクスも高値圏ですので、週明けはここから下落してくる可能性というところも考えておきたいです。ただここからの下落が下げ渋るようですと、この GMMA の青帯を再び上に抜けてきますので、そうするともう少し上昇するかもしれませんね。先ほど4時間足のストキャスティクスは安値圏から今ゴールデンクロスしていると言いましたので、その1時間足の GMMA を上抜けてくると、4時間足のストキャスティクスの下落の過熱感をある程度解消するまでは上昇していく可能性がありますので、その場合はもしかすると直近高値ぐらいまでは上昇してくる、先ほど4時間足で言っていたダブルトップぐらいまで上昇してくる可能性も考えておきたいので、まずは週明けこの GMMA 付近からの下落になるのか、それとも GMMA の青帯を上抜けてくるのかというところに注目です。
では次はドル円です。ドル円はかなり分かりにくい動きをしているなというのが正直なところです。現在 GMMA の青帯ぐらいまで金曜日下落してきましたね。ただこのラインっていうのは過去何度も意識されている、そういうところまで今下落してきているんですね。この赤いラインですね。148.742 というところなんですが、だいたい149円付近、このあたり過去何度もサポートになっているところですので、昨日はそのあたりまで下落してきましたが、若干下髭を残しております。金曜日のこのローソク足が結構大きいですので、月曜日は上値が重くなってくるとは思いますが、ストキャスティクスを見ていても過去のゴールデンクロスの位置に近づいてきておりますので、やはりそろそろ一旦反発してもおかしくない状態かなとは思います。冷やし単位では GMMA に接触してきてますので、ここでは冷やし単位の押し目買いが入りやすくはなってきておりますが、買い足では下落トレンドも作ってきておりますし、ここ数日の下落の仕方って結構強かったので、基本的には上がったところは売られやすくなってくると思います。では4時間足です。4時間足にするとちょっと分かりやすくなってきましたね。この緑のボックスを描いておりますので、現在はボックス下限付近にありますので、金曜日は反発して終わってますね。まずは月曜日初動、このボックス下限からの反発上昇になるのかどうかっていうところを見ておきたいです。ですので、現在はボックス下限からの上昇をイメージしますが、ボックス下限を下抜けてくれば、ここから下落に加速がついていくかもしれません。ただ、直近のこの辺ですね、ちょっと揉み合いになってます。この辺ですね。10月の頭ぐらいっていうのは揉み合いを起こしております。その揉み合いを起こすゾーンに、この緑のボックスを下抜けても入ってきますので、ボックスを下抜けたからといって、そこからどんどん下落するという印象は持てないですね。ですので、ボックスを下抜けても、騙しになってまた上昇してくるっていうことも考えられますので、その辺は注意が必要です。またちょうどこの4時間足ボックスの下には、日足の GMMA がすぐに通っておりますので、やはり日足単位では押し目買いが入りやすい、そういうポイントにはなってきておりますので、売っていく場合、もし戻り売りを考えるのであれば、しっかり上がったところからの次の下落をイメージしておくといいと思いますが、現在はボックス下限付近ですので、ここからは売っていくというよりも、ストキャスティクスも安値圏にありますので、一旦は反発の上昇を見ておくのがいいですね。そして反発上昇してきて上値が重いようですと、もう一度上昇してきたところから次の下落の流れを狙うみたいな、そんな考え方をしておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯で金曜日上値を抑えられて下落してきております。と考えますと、また月曜日ですね、上昇してきたとすれば、現在この緑のボックス下限にありますので、一旦の上昇は見ておきたいんですが、1時間足の GMMA も上から迫ってきてますので、そのあたりまで上昇してくれば、だいたい150円から150.5 ぐらいの間ってところですが、そのあたりまで上昇してくれば、また上値重く、再び金曜日安値付近を目指して下落するかもしれません。先ほど言いましたように、戻り売りを考えるのであれば、一旦上昇したところからの次の下落の流れを見ておく。そして緑のボックス下限付近は、日足単位の押し目買いが入りやすくなってきますので、もう一度下落してきた時も、次は今度ダブルボトムでの上昇というところもイメージできますので、その辺をイメージしておくと、トレードポイントが絞れて分かりやすいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を更新しています。今週はエントリー根拠の作り方というタイトルの動画です。FX で負けが多い方はエントリーの根拠が不足していることが大半です。FX は知識が絶対です。限定動画ではその知識を補える動画を毎週アップしています。また、ノートでは複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。